本日のスピーカーはステファン・エマニュエル・フィシュさんです。ステファンさんはカナダ生まれ、ハイチ育ちで、ハイチの政変から逃れて12歳でアメリカに移住、後にハーバード大に進学され、学生時代には日本の九州大学での留学もご経験されました。楽天や東京ガスでインターン、マネックス証券、DMM.com などの企業での勤務を経て、現在は500スタートアップスという会社を立ち上げ、スタートアップ企業の支援に取り組まれています。それでは早速、ステファンさんのインタビューに入っていきたいと思います。まずステファンさんの幼少期についてお伺いしたいんですけれども、どのような子供時代を過ごされていましたか？子供の時代は簡単に一言葉でまとめると、私はいたずら子でした。人からかうのは大好きで、大好きっていうことより、なんか子供の時に出されてる宿題とかはもう事前に全部やっちゃったので、なんか高校の時にやることがないので、なんか隣の子のいたずらをなんかずっとやってて、それでなんか先生に怒られ、そういうパターンでしたね。本当に頭がいいといえばそこそこいいんだけど、でも本当にめんどくさい、なんかクソガキ的な感じの、子供でしたね。私の母親は実は、例えば私は悪いことした。なんかお尻にペンペンとかするんじゃなくて、私の母親は、あなたはしたことは何で悪いんですかとかと聞いてくるんですよ。じゃあどうすればいいんですか？じゃあ罰として何をすればいいんですか？だから自分の罰を決めるんですよ。そしたらなんか子供なんですけれども、ある程度自分がやってることがいいか悪いかどうか、どういう影響があるかどうか、自分のアクションははっきりその影響が分かるようにの教育をずっと子供から受けてたんですね。一番困ったことはね、一つでまとめると多分文化。ハイチの時に、やはりハイチに住んでると、フランス語とクレオル語という言葉はハイチの言葉。それ2つの言葉がメインで喋ってて、アメリカに移ると、全員が思うのは英語がわからないから英語が難しいという人が思うんですけれども、でも12歳ぐらいに引っ越したので、子供といえば若いうちにいろんな言語でもすぐ学べると思うので、でも文化はすぐ学べるというわけではないんです。だからアメリカにある瞬間、文化、どういうふうに、いろんな生徒さんとどういうタイプのゲームをやってるのか、コミュニケーションだったりとか、しかも方言は多いんですよ。特にニューヨークは。I am going to school じゃなくて I'm gonna go to school とかって言うんだけど I'm gonna、言葉が学んでる人にするとそういう微妙な違いがわからないからさらに難しい。でもこれすればするほどどんどんわかるようになってきたんです。日本になぜかそもそも興味を持ち始めたのは、配置の時に先生が一つのブランドを決めて、そのブランドについてレポート書けとかっていう命令があってて、その時私の周りにいたブランドは三菱とか日産とかいすゞ、鈴木、川崎。オンラインに行ってて、Google で探せば、すべての情報はなんか日本語で書いてて、当時は日本語でやるのか分からなかったんですけど、探せば探すほど、日産はフランスの会社じゃないの？日本の会社なの？それでショックを受けて、どんどん他の私の周りにあった、車のメイクとかを全部探して、全部日本。嘘。じゃあ、発言とかを探して、ダイハツ、京セラ全部日本。嘘かい。ポケモンのゲームは遊戯王とかは全部フランス語だけど、探してみて、それも日本なの？と思っていて、じゃあ、ハイチに住んでる日本人は何人ぐらい？ 10 人しかいないんですよ。だから、ハイチの人口は10 million ぐらい。それで、10 Japanese people が嘘かい？だから、その10人の日本人は私の国の裏側を全部、なんかコントロールしてんじゃないのかと思っていて、それで日本に興味を持ち始めた。でも、ハイチは、日本語とかを勉強することできなかったので、真面目に日本語の勉強し始めたのは、大学の時にハーバードに行ってて、大学に入学して、それで1年目からずっと日本語の授業を受けてきたんですね。気づいたのは、アメリカ大学で勉強すれば足りない。日本に行かないといけないと思っていて、日本に留学しました。最初はPII、Princeton and 石川っていうプログラムがあって、それに参加して初めて日本に行ったんです。でもそれがまだ足りないと思っていて、やはり、日本の大学に行かないと、本当に日本
日本における社会風景をなんか本当に把握しようとすればやっぱり日本大学行かないといけないと思っていて、それでハーバードから1年間休学して文科省から奨学金をいただいていて1年九州大学にいたんです。旧大の時はね、もう悪いんですけど、でも学費とかは全部文科省が払ってくれたんです。それで、私の寮の家賃とかは毎月光熱費とかも含めて2万円。でも国からもらってる金額が12万円。じゃあ家賃を払えば2万円、残りの10万円はもうポケットマネー。言い換えると日本人の税金を使いながらよう遊んでました。飲み会いっぱい行ってきたんです。ノミニケーション経由で日本語レベルが上達してきたんです。でもこれからちょっとちゃんと恩返しするようにしますので、ちゃんと税金今払ってるので、ちょっとその次のジェネレーションをサポートするためにちゃんと納税してますので、でも当時はみんなの税金を遊んでまくってたんです。ありがとうございます。でもその留学していた時の一番楽しかったっていうのはやっぱりその大学の仲間たちとノミニケーションをしたことですかね。まあなんていう地味ですけど、でもノミニケーションは楽しかったんですよ。具体的な仕事を今までやってるのはもう本当に架け橋的な仕事ですね。アメリカと日本をつなぐ、それから日本と他の国とつなぐ。日系企業は海外での取引先があれば、そのなんていう、その交流の場とか、それでアイディアを作るときにその困るから、私がその時は登場。通訳側で入るというわけではなく、日本語もちゃんと分かっていて、その国の言葉も例えばアメリカの話にすると英語も両方分かっているので、真ん中に立ってそのネゴシエーションやったりとか、プロジェクトマネジメントやったりとか、だから2つの国、2つの文化に横断するプロジェクトがあれば、私はそのプロジェクトの担当者だったんです。アメリカに最初のキャラはメインは日本、その後アメリカに行ってて、次のはできれば次のステップ、もう少しアメリカで経験を得た後で日本に帰ろうかなと思っていて、次のステップが日本にベースにして海外から入ってくるスタートアップと海外から入ってくる会社のための日本の箱を作るための仕事をするし、それだけではなくこれから日本にいるプレイヤーを海外に行こうとすればそういう仕事にもやりたいなと思っていて、だから片道だけではなく往復だけど、その前にアメリカでちゃんと経験を得る。日本側がちゃんと把握してて、これからは日系企業ではない会社で経験を、積んできて、両方対処できるような力があれば、一番両方のパートナーに合うスタイルで仕事できるので、さらにその適応性のレベルをアップをすれば、自分がアウトプットできる仕事がさらに上がるんじゃないかと思ったんです。どうすればいいんですか？どういう本を読んだ方がいいんですか？何を見た方がいいんですか？とかっていう質問をよく聞かれるんです。そのどうすればいいんですかっていうことより、何かやってみたら動かないとずっと同じところにいるので、だからある程度バカでいいんじゃないのかと思っていて、鈍感でいいんじゃないのかと思っていて、特に大学生とすればミスしてても、大学生だからしょうがないね。今はリスクを取れる段階だからいっぱいリスクを取ればと興味があるからやってみたら、好奇心が持ってほしい。飛び込むための力を早く得れば、もうその次人生がさらに面白くなってくると思うんです。